どうも、こんにちは、デミコでーす。はい。というわけで、今日は続きをね、やっていくというか、お見せするというか、そういう感じになるんですけど、っすね、ここまでできました。はい。はい。締めをしてきて、締めが終了しました。こんな感じで、緩やかに、こう、スーッとこうね、太くなっていくんですけど、で、今何段目ごめんなさい。何段目まで編んだかっていうと、101段目まで編み終わって、で、今針がね、ここ真ん中にあると思うんだけど、ここだけ、ぐーっと編んできた。102段目かな。102段目なんですけど、編んできたんだけど、こっち外れてる。こっちまだ外れてない。ね。ここまで来たから、締め終了でございます。ということは、これを外して、あとはひたすら、この太さで編んでいくんですけども、ですね、お試しにね、試着していただきました。ぴったりでございます。はい、ぴったり。なんつったらいいのかな。こう、履いた時にギューッと伸びるわけでもなく、で、ゆるゆるでもなく、本当にぴったりっていう感じの、こういうのってほら、あんまりビギューッと伸びすぎるとなんかこう薄くなる感じがあって、なんかこう穴が大きくなって寒くなりそうじゃない？それもなく、ぴったりフィットっていう感じの、今のところね、今のところ。なので、ふくらはぎまでは OK。さあ、膝のところがどうなるかなって感じなんですけど、とりあえずそのあたりまでは、ずっと編んでいこうと思います。で、それでその後に、どうしようかなという感じで。でも、あんまりなんか、なんていうのかな、伸びんのも、伸びてぎゅっときつくなるのも嫌だし、そして、ゆるゆるもね、嫌だしっていうことで、だから、これより増やすってことは多分ないと思うんだけれども、もしかしたらちょっと、膝のあたりで目を減らして、またももで増やすか、ちょっとわかんないですね、それはね。どういう感じになるのか。でもとりあえず、ここまでは行ったので、ですね、ここでまたセーフティー案入れるいや、でもね、どうしようかな。気が向いたら入れようかなとは思うんですけど、とりあえず、あとは、だから、お好きな長さまでガーンといくっていう感じですね。じゃあ、ここまでね、ちょっとね、復習をしたいと思います。はい。もしね、ぴったりフィットのね、レッグウォーマーを編みたいという方に、編みたいっていう人がもしかしたらいるかもしれないから。ね。じゃあ、どんな感じでね、フィット感出るのかっていうことでね、今までの復習をしたいと思います。はい。まずここ、足首に合わせた、なんつうの、あれで取ってるんですけど、あんまり足首が太い人の場合は、ここ足通らなきゃ意味がないですからね。だから、あんまり伸びてこういうぴったりフィットっていうよりも、あんまり伸びずに、だけどゆるゆるにならない程度のフィット感みたいな。靴下の足首ぐらいで、全然いいと思うんですけど、もちろんね。あれだって足入れるわけだから。だから普通に靴下感。ここははっきり言うと何目だったっけ？ 56 目。ね。56目でやってるから。ね。人によっては60目ぐらいがいいかもしれないし。ね。ただほら、なんだっけ。マジックループね。マジックループで編んでるから、だから、なんていうの、半分に割って編むわけだから、そしたら半分に割った時が偶数の方がいいよねっていう話で。でも人それぞれなんですけど、わからなくならなければ全然。で、56名か60名っていう方がほとんどだと。でももうちょっと行く人もいるから、64名の人ももしかしたらいるかもしれないね。でも足首だから、60名でいいんだと思うんですけど、普通の人はね。で、そこからずーっと20段っていうか、ここと同じ分だけ編んだんですけど、それはもう、それ人それぞれですよね。ふくらはぎが、始まるあたりまで、まっすぐそのまま編んできて、増し目しないで。で、ふくらはぎ膨らんできますよ、あたりから、私の場合は今回は、10目おきですね。10目おきに、10目じゃない、10段おきに、1周4目ずつこうやって増やしていくんですけど、その計算の仕方っていうのは結局一番、なんていうのかな。ふくらはぎが太いところ、ね、何センチって足首からでも別にいいんだけれども、ここまで同じやつで編むじゃないですか。これはね、私はね、18センチなんですね、足首がね。18センチの足首でここまで来て。で、だからここも18センチの計算になるわけですけど、18センチからこのふくらはぎの部分ね、何センチとか、例えば28センチとか20、30センチとか人それぞれだと思うんですけど、で、計算するじゃないですか。それ引いて。で、それを均等に4目ずつ上がっていく分を何センチ、ここまで何センチっていうので、割るわけです。それで均等に増やしていけばいいと思う。4つずつね。4つずつ均等に増えていくように。で、びったんこじゃなくたって別にほら、そのあたりはちょっと調整したってね、2目増えようが、
大した差はないですから、はっきり言ってね。で、そうやって、ここまで増やしていく。で、私がやったやつの場合は、これの場合は、18センチからここ28センチ計算かな。で、増やしていく。で、この間に、均等にどうやって増やしていくのっていう話でね。うん。これで目数を出して、その分目数をね、増やしていくっていう感じですよね。うん。だから結局、18センチで何目、28センチで何目っていう計算をして、で、その目数を引くわけですよ。で、それをこの何センチで割ると。そうすると大体何段おきに増やしていけばいいかって出るんでっていうことでね。そういう計算でやりました。はい。なので、これは本当人のサイズそれぞれぴったりなんで、ただ、まあ大体同じぐらいでやりたいわっていう、平均的よりもちょっとね、多分細いんです。うちの妹ちんちんは細いんで。なので細いんですけど、まあ、私がやるとしたら、まあ、60名から始めて、ね、60名から始めて、ここの計算は、まあまあ、言いません。自分の計算をして、ほいで出すと思うんですけど、だから人それぞれ本当に。だからこれがいいですよっていうふうには多分ちょっと、これ、本当に細いですから。細めの、その人だけのサイズになるんでね。うん。だからこの目数の通りにやっちゃうと、多分参考にならないかもしれないので、計算法として、ここの何センチが何目。で、ふくらはぎが何センチで何目。じゃあ何目から何目引いて、その差をこう平均して、何センチありました。じゃあ割るといくつおきみたいな。うん。いくつおき、何段おきに4目ずつ増やす。だから4目ずつ増やすのには何段おきにすればいいのっていう計算をすればいいということですね。はい。そんなこんなで増やしてまいりました。というわけで、あとはひたすらずっと編んでいくのみでございます。あとはだから、なんつうの、サイズをチェックしながら何センチにしていくかと。でね、ちょっとね、これさ、80センチの針じゃん、これって。80センチね。2.5の80なんですけど、もうこれつけておかないと厳しいね、なんかね、こうね。やっぱりほら、ちょっと太くなってくると幅取るじゃない。ほんとね、やっぱりね、マジックループをやるにはね、これちょっと厳しいなっていう感じになってきたんだけれども、だからといって2.5のもっと長いやつって買う気にもならないし、あるのかどうかもしれない。まあきっとあるんだろうけど、探したこともないんでわからないんですけど、まあちょっとあれだよね。きついな。やるのちょっと時間かかっちゃうな、みたいな。こうやって、こう一緒になっちゃうんで、こうやってね、いちいちこうやって引っ張ってやらないといけないから、これ入れるのが今度めんどくさいっていうね。これを外れるのはいいけど、今度こっちがめんどくさくなってきたぞっていう。まあでもちょっと、なんだ、気にしないでね、ちょっとどんどん進めていこうとは思うんですけど、やっぱりね、柄合わせるのがいいよね、こういうのは。ね。本当に。私はね、常にね、柄を合わせて、こういうのを編むわけなんですけれども、やっぱね、こうやってね、柄合わせてね、編む方が、断然私的には可愛いかな。可愛いっていうか、ほら、履いた時にさ、どうしても気になっちゃうんだよね。なんか柄合わせ、やっぱりいいっすねっていう感じで。じゃあこれちょっと、ね、どんどん編んでいこうと思うんですけど、この後、だからこれ終わったらね、もう一つね、同じ方法で編まなきゃいけないんですよ。で、そっちはさ、ちょっとさ、2種類の糸をちょっと使って編もうと思ってるから、これはもうほら、オパールだけで編んでるから、そのまま編んできゃいいんだけども、もう一つの方は2種類の糸使うから、いやーちょっとどうしようかなと。だから多分、まあボーダーかな。1本ずつのボーダーにすることになると思うんですけど、ひーって感じですけどね。まあでもあの編み方も別に嫌いじゃないんで、楽しいし。その編み方でちょっと、じゃあこれ外します。ね。もう終わったから。増やすのは終わったからどんどん外していく。で、これで、あれですよ。何あとはもうひたすら、何段何段って言うのももうほとんど段数も気にしないで、あとは履いてもらって、ね、どんぐらいがいいかっていうだけの話だから。まあ一応段数は控えておきますけど、これでずっとね、編んでいこうと思います。でさ、私さ、最近ずーっとさ、なんかあれじゃない棒針ばっかり編んでない私。ね、棒針ばっかり編んでるからさ、もうちょっと見てくれる？すっかり人差し指がこんなことになりまして、一回パカーンと切れてね、ここがね、ここで押すから。で、最近はだから、あれをつけてんですよ。マステをつけて、これで、こうやって棒針でやってるんだけれども、
マステをつけてると、まあ確かに予防にはなるかなと。だからちょっとね、これしばらくはね、マステをつけて、ね、マステをつけて指を防御しながら、じゃないと、どんどんここは硬くなる感じもあるしさ、なんかちょっと、それも、かっこ悪いっていうか、ザラッとした指になるの嫌だなと思って、なんかちょっとね、これからマステをね、つけてやろうかなと思ってるんで、まあ次回の時にはマステがついてるかも。最近つけてるんで、今ね、撮影前につけようと思って忘れただけなのに、今つけろ。いや、つけなくていいんですけど、別にね。はい。でこれこうやって外して、で、ひっくり返して、で、外してっていうよりも外れちゃうからね。そしたらここで引っ張るわけですよ、こうやって。まあ、なんとめんどくさいこと。めんどくさいけどしょうがないよね。でもね、これしかないんだもんだって。この長さしかね。なのでこうやって入れて、で入れたらこれまた通して、これで編んでいくとね。じゃあこんな感じで、だいたいねどんぐらい編むかって言ったらね、さらにこっからね、ここが101段でしょ、全部で。ここが101段なんです。こっから根元っていうか、この最初から始まって101段で今102段目編んでるわけじゃん。だからあと100段ぐらいいかなきゃいけないんだよ、実は。多分ね、100段ぐらい。だから同じ分だけひたすら私編んでくわ。ね。で、それで妹ちんちんの足にこんぐらいがいいやっていう、なんていうの、伸び、伸びるじゃないの、ある程度ちょっと伸びるじゃない。で、キューッと伸ばして、なんていうのかな、2杯みたいな感じ、2杯ぐらいの長さにするんですけど、に持っていくと落ちちゃうから、ギュッと引っ張らなくてもそこまで来るような長さ、もしかしたら編み切りになるかな、そんなことないかわかんないな。どんぐらいまでいくかわかんないけど、一つこれ編み続けたらどこまでの長さになるかちょっとわかんないんだけどね、この 100g の糸。でもね、まだ今んとこね、こんだけ全然あるから、だから全然足りるとは思う。この倍いっても倍以上まだ全然いける感じだから。なのでひたすらちょっと編んでいこうと思います。まあ考えたらね、だってね、これだって普通の靴下編んでまだ終わらないぐらいだもんね。でもうちょっといつもこのぐらい編むから。で、残り30で、いつもね、30ぐらいで、ってことは、30、片っぽのもう一つ編めるぐらい。まあ、余裕じゃないですか。余裕じゃないですか。ね、余裕だわ。じゃあ、どんどん編んでいきます。はい。はい。ということで、ずーっと同じ幅で編んできました。ね、さっきまで、101段目まで、増し目をして、で、その後はずーっとそのまま、同じ太さでずーっと編んできて、まあ、大体ね、トータルで190段目ぐらいかな。そのぐらいのところで一応試着をしてもらって、210か。210段までトータルで編んでまいりました。で、ここからね、まあ、ここ80、最終的にはね、ここの幅が84目になって84目でずっと編んできたんですけど、で、この後は、こっちのね、裾を編んだのと同じように、裏目編む時だけねじりにして、裏だけねじりにして、で、表は普通に編むんですけど、これで、ここをひたすら一目ゴム編みをしていこうと思います。はい。いや、もう少しで終わるよ。あとだから20段ばかし。20段ばかし。同じように、こっち20段編んだから、ここもね、20段にしようかなと思いまして。はい。じゃあ、ここでね、20段編んでいくんですけど、まあ、これはもうさっきっていうか、最初にやったのと同じように、一目ゴム編みで裏だけねじるということで、これをねちょっと表を一つ普通に編んだら、裏はね裏側から前に出す感じでね、こうやっていくんですけど、糸を出しとけよって話でね。はい、さあせでこれで裏編みをして、で表はまた普通に編んで、裏はこうね針を立てた時に下側からこの間に入れていく感じ。割れちゃった。こうね。こういう感じでひたすら20段、一目ゴム編み。で、最後は、一目ゴム編みの、閉じ方で閉じていく予定にしてます。はい。なので、ひたすら表、裏、表、
裏、はい。こういう感じでね、20段編んでいこうと思います。はい。今日中に終わるぞ。ね、今日中に終わるぞ。じゃあこれひたすら今日、ね、どんぐらいかかるんかな。ね、どんぐらいかかるかわかんないけど、まあ20段なんでそんなに時間かかんないかなと思うんですけど、まあチャカチャカやっていこうと思いますよ、とりあえずね。はい。じゃあこれで編んでいきます。はい。ということで、全部一目ゴム編みが終わりました。はい。終わりました。ってことは、次は何をするかっていうと、閉じていくわけですね。はい。閉じていくのに、どんぐらい必要かなと。1、2、3、まあ4倍ぐらいにしとこうか。ね。ちょっと保険で。保険で。まあいつも長めに取るんですけど、これで1だからね。ここで1で数えればいいから、1、2、3。心配性の私は4ということで、この辺でね、ちょっとちょん切っといて、はい。これで閉じていこうと思います。はい。まずは片っぽからこっち側から閉じていくんですけど、さあ閉じ方ですわね。閉じ方、こっちこうやっといて、こうやっといて、はい。一目ゴム編みの閉じ方なんで、散々ねやり方はいろんなところに出てると思うんで、ちゃちゃちゃっという感じでやってきますけど、どっちの針使うか、こっちが2番目3番目、これか、こっちにしよう。はい。で、はい、糸通して、じゃあどうやっていくかっていうと、普通にまず最初にこう入れといて、一番最初のね、最初のやつから、これいろんなやり方あると思うんですけど、普通に右入れて、右から入れて、次裏に2番目に前から入れる、裏目のところをこう前から普通に入れて、で次もう一度最初の糸に目に、普通に今度左側から入れて落とす。ただ落として最後に入れなきゃいけないのでね、ここに目をね。なので一応これもこの方向で一応入れて残しておきます。わかんなくなっちゃうんでね。でこれをこっちの方からちょっと一目入れて、これはねいつもやってるのとちょっと違う方法なんですけど、これちょっと外しておきます。で最後入れなきゃいけないからね、これまたね取っとくんだけど、でこれが裏目なので、裏目とりあえず放置で、こっちにね一つ、表目の方に一つ、表同士をつなげます。表同士をつなげて、でこの裏はねもう一回入ってるからね、これでもう落とせるわけですね。右から入れて普通に裏目を編むように入れて、でこっち側の裏目をこう拾って通すと。でちょっと分かりづらい時は、細いからね糸がね、糸が太かったらあれなんですけど、難しいことないんですけど、糸が細いんでね、ちょっとね裏目を最初入れる時は左側から入れると。で最後に落とす時に、こっち表ね、今度表入れなきゃいけないから、表最後に落とす時は本来編む方向に両方とも表も裏も入れればいいわけで、最初はだから逆から入れる感じですよね。表拾って落として、でそしたら今度表目を右側から入れると、これの繰り返しですね。で裏目をちゃんと伸びるようにね、ゆったり裏目を今度普通に、これを2回目なので落とすんで、普通に編む方向から入れてね、
で糸割らないようにね、やっぱりね。で入れたら今度裏目と裏目なので、裏目を後ろからこの間に入れて、こっち側の裏目に左側から入れる。こんな感じでちょっとゆっくりのんびりやっていこうと思います。はい。いつもね、急いでやると目がちょっと、なんていうの、きつくなりすぎちゃって、でせっかくなんか一目ゴム編みの閉じ方でやってるのに、あらなんかきついわって言って、結構ね私ねやり直すことがね、まあまああるんでございますよ。なので今回はちょっとね、まあ自分の分だったらねいいんですけど、人様にあげるものですから、こういったところちょっとねちょっと注意しながらね、こうちょっとゆったりしすぎたかなね、ちょっとゆったりしすぎたかな。まあまあ調節しながらねちょっとやっていこうと思います。はい、こんな感じで、はい、いいんじゃないですかね。伸びる感じがこう引っかからないような感じでやんないといけないんで。で次は裏目だから右側から入れて落として、割れないようにね、糸が割れてないかどうかちょっとね。でこれ後ろ側ですからね、後ろ側に持ってって、で前に間から出してきて、で裏目左側から1本目は左側から刺すと。はい、はい、じゃあこれで続けていきます。はい、最後まで来たので、最後の閉じ方は最後にちょっと進めちゃったんでね、ちょっと口で説明するだけになっちゃうんですけど、同じように表目を、最後から2番目ですね、表目を普通にこう終わらせるように入れた後に、最初の編み始めの表の目に通す。で一番最後の裏目ですね、裏目を終わらせるように入れた後に、その始まりの最初のスタートするところの目の裏目のところに入れて閉じるっていう感じですね。はい。でそれであとはこうなんつったらいいのかな、こう間に、私的にはこの間がこう隙間がこうなんつうのかな、広がりすぎないように、こっち行ったら一回またこっちに戻して的なで、なんかこうやってちょっと飛び出たりするじゃない、こういうの引っ掛けつつね、ちょっとこうやって、これでこうやって下の方向に引っ張るとね、表から見ると分からなくなる程度にっていうことでちょっと引っ張って、であとはまあ糸処理ですね、普通にね。もう普通に糸処理をこうやって入れてって、でこれはもうゴム編みのね基本でございますけれども、ゴム編みの場合は糸処理は縦方向でね、もちろんねしていくっちゅうね。あらあらあら、ちょっと外れてしまいましたわ。まあいいや、ちょっと針最初に入れといて、これブス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 っとブスブスブスっとね、結構長く私はちょっと一応保険のために入れちゃうんですけど、なんかその方が安心じゃないですかね。長い方が出てきづらいみたいなね。短いとやっぱりなんだかんだで出てきちゃうことがあるんで、ちょっとこう入れて長めに、なんなら一番下までぐらいの勢いでね、こう一番下ってゴム編みですよ、ゴム編みね、ゴム編みの一番下ぐらいに届くぐらいまでこうどん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 、こう時々なんつったらいいのこれ、糸にねかませるように割りながらみたいな、ちょっとねここだけは糸割ってみたいな、こんな感じで、でこう入れて通して、こういう感じかなね、こういう感じで通したら、ちょっと引っ張ってね、はいはい、これで目立たないかな。
で、そしたら、ちょっと一応保険のために曲げておこうっていう話ですね。こっちに流して。で、そしたらあとはこっち側にまたこうちょっと戻るみたいなね。こうしておけば、まあ外れることはないんじゃないかなということでね。はい。ちょっとだけ引っ張っといてね。突っ張らない程度には引っ張っておいて、はい。で、スッと抜いて、ちょっといい感じで引っ張って、はい。こんな感じかな。ちょっと、これだけちょっと切っとくか。はい。はい。そんなこんなで、ちょっと片付けて。完成しましたよ。ね。できました、できました。で、これ外して。はい。どうよ。あ、ごめん。糸処理してなかった。糸処理しないと。はい。こっちも同じようにグリ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 入れて、ね。グリ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 入れてって、で、こっち側に渡して、こっち側もグリグリグリと。はい。こっち側にグリグリと入れていけば、よろしいかと思いますよ。はい。これで完璧だべ。これで完璧だべ。ほうほうほう。できたできた。はい。これで完璧です。はい。というわけで、こんな感じで出来上がったんでございますですけれども、ちょっとね、こういう感じで見やすいようにちょっと横にして、で、足首の方はこんな感じ。ね。足首の方から始まって20目ぐらい編んで、だいたいここが、足首始まったところからね、10センチ弱ぐらいかな、9.5、9.5ぐらいかな、ぐらいまで、同じ目数で来てます。今回は56目。で、その後から、どんどんこう増えてって、だいたい、12センチ、下からだいたい22センチぐらいまでだったような気がする。22、3センチぐらいまで、目を増やしていきます。ふくらはぎの一番太いところですね。だいたいね。来るところまで、この辺までですね。この辺までが増し目で増やしていく感じ。で、ここからはずっとまっすぐ同じ目で、今回は56目スタートのここの時点で84目。ね。84目にして、そこからはもうずっと同じ太さで上がってきて、で、トータルの長さとしては52.5センチになってますね。だいたい最初に測った時と同じっていうか、そのぐらいかな。こんな感じでちょうどいい感じの足にフィットするレッグウォーマーができたと思います。というわけで、はい、こんな感じで完成いたしました。ね、水通しとか今出来上がったばっかですから何もしてませんけれども、はい、というわけで完成。イエーイ。いい感じでできたんじゃないですかね。これがこういう方向なのかな。こうだね。表裏があるとしたらこうだね。多分ね。模様的に多分。どうかな。わかんねえな。どうだ。こうでいいのか。どっちでもいいと思います。こうだな。はい。柄を揃えて編みました。綺麗に編めたと思います。はい。皆さんもこんな感じで足のサイズに、足の太さにフィットするね。レッグウォーマーを編まれる際にはちょっと参考になさってみてはいかがでしょうかということでございます。はい。というわけでね、説明的にはね、あんまりちゃんとはしてないかもしれませんけれども、是非ね、こういった感じで、数値をね、どうやって出していくんだっていう時にね、それね、参考になさっていただけたらいいかなと思います。基本的にはね、こうやって増えるところ前の目数と、増えた最大のところの目数とね、この間何センチ何目何段編んでるのかで、何段編んでるかで何目この差を出して、この差を何段の中でどれぐらいおきに、4目ずつ増やしていくんで、1回増やすたびにね、
4目ずつ増やすためには何段おきにこことここの差を増やせばいいのかっていうのを計算して出せばいいということになりますね。まあそんな難しいことじゃないとは思います。はい。なので皆さん是非参考にしてみてくださいということでございます。どういう感じにしたらいいのかな、こういう感じ、こういう感じかな。はい。というわけで、今回もここまでご覧いただきましてどうもありがとうございました。次の動画でまたね、次にお会いしましょうということでね、本日はここまで。では、さよなら。つかね、完成してね、ほっとしましたよね。ほっとしました。まあ、これでぴったりサイズでちょっと喜んでいただけるんじゃないかなと思います。私、もう一つね、編まなければいけない、何ですか、レッグウォーマーございまして、同じ手法でね、編んでいきたいと思います。はい。まあ、そちらは動画にしないかもしれないけど、まあ、しないと思うんですけど、またなんかちょっとね、編んだものを紹介する感じのところで紹介できたらいいかなと思います。というわけです。じゃあね、バイバイ。